今日は冷凍して作り置きできる焼きおにぎりを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は冷凍して作り置きできる焼きおにぎりを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、特製ダレを染み込ませた美味しい焼きおにぎりを作っていきたいと思います。この焼きおにぎりは冷凍して作り置きもできますので、ちょっとね、忙しくなる前に作っておくのにはすごくいいかなと思います。なので今回は冷凍する方法、さらに解凍して食べる方法、こちらも一緒にご紹介していきます。焼きおにぎりのポイントもいろいろありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ご飯、お醤油、みりん、味噌、おろしにんにく、ごま油です。こちらの材料で作っていきます。味のポイントはこちら、味噌ですね。味噌を加えると味に深みが出てとても美味しくなります。で、今回ね、作り置きできるということで、ちょっとね、多めに作ります。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずですね、焼きおにぎりのタレを作ります。耐熱の器にお醤油、みりん、おろしにんにくを加えます。でね、このにんにくの量はね、お好みで OK です。そうしましたらまずこちらをよく混ぜます。みりんを入れてるので電子レンジ 600W で40秒ほど加熱して一度アルコールを飛ばします。取り出しました。そしたらよく混ぜましょう。こちらがですね、ご飯の中に混ぜるタレです。で、もう一つ、焼きおにぎりを焼いた時に、焼きおにぎりの表面にね、塗るタレを作っていきます。最初にまずお醤油、そしてみりん、そしておろしにんにく。まずこれをよく混ぜます。こちらも同様に電子レンジ 600W で今度は20秒加熱します。加熱しました。そしたらもう一度混ぜて、でここからが先ほどと違うポイントです。味噌を入れます。でこのね、味噌を加えていただくと味にね、深みが出てとても美味しくなります。これをね、よく混ぜます。でこれね、ご飯の中身と表面に塗るね、このタレを変えることでこう食べた時に味の変化があってとても美味しいです。はい、でよくね、味噌を混ぜていただいて、でここにごま油ですね。でよく混ぜます。つけだれの準備はこれで OK です。はい、こんな感じで分けました。こっちがご飯に混ぜ込むタレ、そしてこちらが表面に塗るタレです。こんな感じですね。でこの表面の方が味噌とごま油が増えてますね。それではね、ご飯にタレを混ぜ込んでいきます。先ほど作った醤油だれをかけます。そして混ぜましょう。ご飯をね、切るように混ぜていきます。はい、このように綺麗に混ざれば OK です。食べた時にちょっと薄いかなっていうぐらいの味付けで OK です。それではおにぎりを握っていきます。で今回はこちら100円ショップでね、こういったおにぎりを握るキットが売っているので、こちらを使っておにぎりを握っていきます。でない方は普通にね、手で握っていただいて OK です。ではおにぎりを握っていきたいと思います。この容器にご飯を詰め込みます。だいたい1個 100g になります。そして蓋をします。でギューッと結構ね、押し寿司をやるみたいにこうギューッと押さえます。そしたら蓋を開けてじゃん。はい、こんな感じになってます。でこの底の部分が押せるようになってるので、ここを押しておにぎりを取ります。はい、こんな感じです。これをね、同じように作っていきます。こちらの容器はその都度その都度水をさっとかけていただくとご飯がつきにくくなります。それではね、どんどん作っていきたいと思います。はい、このように6つできました。焼きおにぎりはですね、しっかりとギューッと握らないと焼いている最中に崩れてしまいますので、一旦ね、この容器で作った場合はこの後もう一度手でギュッとね、きつく握っていきます。手で握っていただく場合は握ってる時にね、ギューッと固く握るようにしてください。それではね、手を濡らしていただいて、これをギューッと固く握っていきます。このようにね、しっかりと握ってください。他のも同じようにね、ギューッと握っていきます。はい、これ見ていただくと分かるんですけど、この手前のがギュッと握った方で、こちらが1回しか握ってない方です。
こっちが1回で、2回目はこんな感じ。しっかりと握ってください。はい、握り直しました。一旦この形をね、なじませるために乾燥しないようにラップをして10分ほどこのまま置きます。はい、それでは10分経ったので、これからフライパンで焼いていきたいと思います。それではフライパンで焼いていきます。まずフライパンにごま油を薄く敷きましょう。そして火にかけます。フライパンをだいたい30秒から1分ほど中火で温めます。おにぎりを焼いていきます。火加減は中火です。このまま全体をまずね、こんがり焼いていきます。で、ちょっとね、たまに様子を見ましょう。もうちょっとかな。軽く焦げ目がつくまでまず焼きます。はい、でちょっと様子を見ます。あ、いいですね。で、軽く焦げ目がついたら次裏返します。で、この時ね、やけどしないようにね、注意してください。こんな感じです。美味しそうですね。裏面も軽く焼き色がつくまで焼いていきます。はい、であとはね、このように周りをね、焼いていきましょう。で、そうすることでしっかりとね、崩れない焼きおにぎりを焼くことができます。で、側面も焼けたら一旦火を止めます。で、また元に戻します。はい。やけどしないようにね、皆さん注意してください。最後仕上げです。こちら作っておいたタレを上から塗っていきます。これをやるだけでね、すごくね、焼きおにぎりが美味しくなります。そしてね、焼き色も綺麗につきます。で、そしたら裏返して、で、まだね、火は止めている状態です。なので焦らずにね、やってください。おにぎりね、この時結構熱いので、皆さんはね、素手でやらないようにトングとかヘラを使ってひっくり返してください。そしたら火にかけます。火加減は弱めの中火です。で、またこっち側にもね、塗っていきます。すっごく美味しそうです。で、またね、焼き色を見ながら焼いていきましょう。で、このね、タレをね、もう一度つけると焦げやすいので、焦げないように注意してください。それではいい感じに焼き色がついたので、裏返します。よいしょ。こんな感じでいい焼き色がついてます。それでは裏面も同じように焼いていきましょう。はい、であとは側面もね、軽く焼いていきます。はい、側面も焼ければ完成です。こんな感じに仕上がりました。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。で、こちらね、今回ね、冷凍もできますので、焼きおにぎりが冷めたら、こうやってね、ラップでくるんでいただいて、こんな感じですね。はい、このようにラップでくるんで、で、あとはジップ付きの袋にね、このように、こんな感じで入れて冷凍保存して食べたい時にチンして食べていただくといいかなと思います。それではね、実際にこちら冷凍したものを解凍したいと思います。まずね、この冷凍されたままラップのまま耐熱のお皿に乗せていただいて、これを電子レンジ 600W で1分加熱します。500W の場合はプラス15秒から20秒ほど加熱してみてください。はい、今ね、電子レンジで1分温めました。で、ところどころちょっとまだ冷たいところがあります。もしですね、電子レンジで温めるだけの場合は、だいたい2分ぐらい加熱してください。今回は表面もね、ちょっとカリッとさせたいので、これをね、さらにトースターで焼いていきます。はい、で、トースターで焼くときはアルミホイルを敷いて、その上にアルミホイルにくっつかないように薄くね、サラダ油を敷きましょう。はい、その上に先ほどね、電子レンジで軽く温めたおにぎりを置いて、で、これをトースターでね、焼いていきます。
はい、これで完成です。しっかりとね、温まってます。これで焼きおにぎりの完成です。こんな感じに仕上がりました。いい感じにね、焼き色もつきました。そしてこちらがね、冷凍したものになります。こんな感じでラップに包んでジップ袋に入れて冷凍してみてください。はい、中までしっかりと味がね染み込んでて、とても美味しそうに仕上がってます。それではいただきたいと思います。手づかみで失礼いたします。いただきます。中のご飯にもしっかり味がついてて、さらに焼いてる時につけたこのタレがねすっごくアクセントになってて、とても美味しいです。ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の焼きおにぎりのポイントです。まず今回はですね、焼きおにぎりのご飯の中に混ぜ込むタレと焼いてる時につけるタレ、この2種類作りました。そうするとですね、食べた時に味のアクセントがあって、とても美味しく召し上がっていただけると思います。焼きおにぎりを焼く時のポイントなんですけれども、まずしっかりおにぎりを握ってください。おにぎりをふわっとした状態にしてしまうと、焼いてる時におにぎりが崩れてしまいます。なので必ずギュッとおにぎりは握ってください。100円ショップのおにぎりの型をね使う場合は、一度ねおにぎりを型で作っていただいて、その後もう一度手で思いっきりギュッと握り直してください。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、まず薄くごま油を敷いていただいて、まだタレをつけない状態で側面も含めた表面を全部焼いてください。そしたらですね、タレを塗っていただいて両面こんがり焼いてください。そうすると綺麗に焼き色もついて、とても香ばしくて美味しい焼きおにぎりに仕上がります。そして今回は冷凍保存の方法もご紹介しました。冷凍する時は必ず冷ましてからラップで一つずつ包んで、それを冷凍保存していただけたらと思います。解凍する時は電子レンジだけで温めてもいいですし、あとは電子レンジで少し温めてからトースターとか、あとはねフライパンでも焼いていただいても OK です。そうするとね、表面がちょっと乾いてこんがりするかなと思います。ご飯とあと焼く時のタレをね別々にするだけでとても美味しく仕上がります。すごく簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。今日は作り置きできる焼きおにぎりを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日この辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。